2026年5月31日日曜日、現在日本は午前1時を少し回ったところです。アメリカとイスラエルによるイランへの作戦ですけれども、和平へ向けた交渉が進められて、実務レベルの暫定合意までは至ったという話が聞こえてきています。高橋先生、解説をお願いいたします。はい。トランプ大統領は閣議を招集して、この合意を承認するのかどうなのかということを発表するという期待があったんですけど、少なくともまだ発表には至っていないと。ですから、トランプさん、決断を下していない、まだ下していないという状況のようです。で、イラン側ももちろんまだ我々は、この合意に同意するのかどうかも決めていないという言い方をしています。ということで、まあ、アメリカとイランがこれだけ一生懸命話し合ってるんだから、合意は近いのかなというのは伺えるんですけど、まあ、最後のゴールインというところには行っていないというのが、今の状況です。ただ、マーケットは合意が近いのかなということで動き始めていまして、まあ、石油の価格がほんのちょっとですけれど下がっています。それから、日本のこの地域のペトロケミカルですね、石油化学関連、あるいはガス関連施設の、仕事をやっている大きな企業、例えば千代田加工の株が上がったりというようなことで、すでにマーケットはこれで少なくとも落ち着くんではないかなという期待で、まあ、走り始めていると。ただ、まだゴールは超えていないというのが現状ですね。で、現在もアメリカ側がイランの港湾の封鎖を続けているというのが SNS 上で流れていますから、まだ予断を許さないという、こういう状況だと思います。で、もし仮に、アメリカが今回の大きな停戦の枠組みを受け入れないとすると、軍事オプションということが当然検討されているわけなんですけれど、そのオプションの一つとして最近、心配になってきたのが、ホルムズ海峡の、南側ですね。で、北側はイランなんですけど、南側は実は、さっと地図を見るとアラブ諸国連邦のような気がするんですけれど、実はホルムズ海峡に面しているところは、ムサンダム半島といって、オマーンの飛び地なんですね。で、もしかしたらアメリカ軍がこの飛び地を占領するのではないかという懸念が語られています。で、どういうことかというと、先日トランプさんが突然、オマーンが言うこと聞かなかったら吹き飛ばしてやるというようなわけのわかんない、不規則発言をしたんですね。で、なんでそんなこと言うんだろうと思ってたんですけど、もしかしたら、ペルシャ湾岸の南側をアメリカが占領することを考えているのかなというのを、想像させる発言だったわけです。ただ、陸上戦闘で、アメリカ軍の力をもっとすれば、占領は可能だと思いますけれど、占領すればすぐにイラン側のドローンとかミサイルの標的になりますから、やはりこれもあまりかっこつきですけど、美味しいオプションではないと、私は思っています。で、実は、ちょうどイスラム世界では、巡礼の期間が終わって、で、その後にある犠牲祭ですね、みんなでお肉を食べて貧しい人にも振る舞うという、その犠牲祭が終わったところなんですね。で、この間の戦争はやはり望ましくないと、さすがアメリカでも考えるだろうと思っていたので、これが終わってからが、心配だなということで、今が心配な時期に入っているわけです。で、いつまでこの心配な時期が続くのかというと、もちろん、アメリカが気にするという前提なんですけれど、6月の11日からですかね、ワールドカップが始まります、サッカーの。で、アメリカも共催国です。ですからさすがに自分の国でワールドカップやってるのに、イランとの戦争を始めるという無茶はやりにくいのかなというふうに、一般的に見られるわけですね。となると、これから10日間ぐらいがとても危ない時期だというふうに見ることができます。で、そういう意味ではもう今トランプさんが決めるかどうかということに、かかっているわけです。で、もう一つは、この問題を考えるときに、影の主役はもちろんイスラエルなんですね。イスラエルが、戦争をやめると。だからイランが求めているのは、イランとアメリカ、イランとイスラエルの停戦ばかりじゃなくて、
中東全域での停戦なんですね。ところが、イスラエルは、レバノン南部での攻勢を強めています。ですから、イスラエルは、ある意味拒否権を行使しようとしているのかなというふうに思われます。それから、ガザ地区においても、ネタニヤフ首相が、ガザの停戦では、イスラエルが、ガザの半分ぐらいを支配するということで停戦だったんですけど、支配地域を70%まで増やそうというようなことを発表して、もうあからさまに、停戦を無視するという姿勢を示していて、イスラエルは、ネタニヤフ首相は選挙に備えて、自分が、の支持基盤である極右の人たちの支持を固めようとしているんだと思うんですけれど、同時にトランプさんに対して、イスラエルは停戦つもりないと抵抗するぞというメッセージを送っているようにも見えます。とてもこの面では悪い兆候だと思います。はい。その合意の中身なんですけど、今見えてるはい。部分ってのはあるんでしょうかね。はい。肝心の合意の中身なんですけど、もちろん公式には発表されていないわけですけど、様々なメディアが流しているところをつなぎ合わせますと、少なくとも停戦をすると。で、停戦の期間は60日間という期間を考えているようです。で、まずその停戦と同時に、ホルムズ海峡を開放すると。で、それから、アメリカが凍結しているイランの資産の一部を凍結解除すると。そういうことが言われています。で、凍結資産の解除の総額はいくらなのかとか、ホルムズ海峡を開放するとはいえ、イランが管理するのかどうなのかとかいうことに関しては、明確な情報は出てきていません。で、大枠は、とりあえず停戦をして、そしてその60日間の間に一番、この問題の核心になっているイランの核開発についての交渉を進めていくんだと。で、少なくともイラン側は、まず停戦。そして、二度と攻撃しないという保証が欲しい。で、それが得られた段階で、次の段階で核問題の交渉をするんだと。こういうことを言っているわけです。で、もちろん、アメリカ側としては、あるいはアメリカに強い影響力を行使しようとしているイスラエルとしては、冷戦をしてしまえば、イランに対する圧力がなくなってしまうと。そうすると核交渉をやってもうまくいくはずがないんだという、こういう議論をしているわけですね。で、おそらく妥協案として出てくるのは、この停戦合意、1枚のページぐらいに書ける分の、合意だと言われてるんですけれど、その中で、核問題についても、こういう原則で交渉するという原則を示すということが落としどころかなというふうに、各報道機関の、報道ぶりからは、概要が想像できます。はい。トランプさんが決断をすると、そこを含めて発表はこれからされるという流れですね。そうなんですね。で、もし報道されている通りだとすると、アメリカが譲りに譲った形に、なるわけですよね。はい。で、トランプさんは、それでも俺は勝ったんだと、どうやってアメリカ国民にこの合意を売り込むかということを考えないといけないとはい。いうことになります。ということは、トランプさん、恥ずかしげもなく、そんなことをやる人ですけれど、おそらくいろんな激しい言葉を使って、勝ったと言い張って、目くらましをするんだと思います。でも、そんなこと言っても、オバマさんが2015年に結んだ合意より、それを進んでないんじゃないかと、叩かれるのは分かってるんですけれど、批判されたからめげるような人ではないというのが、トランプさんがもし合意に賛成するとすると、予想されている、反応でしょうかね。いい方向に決断が進んでくれることを祈りますけど、どうもその話からすると、その60日間でまだまだ、いろいろなことが起こりそうという気がしますので、引き続き解説をお願いできればと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。